こんにちは、こま太郎です。今回はこちらですね。もう何度目の登場だっていう感じなんですが、Ryzen 5 2600と Ryzen 5 2400G です。どうしてこれなのかと言いますと、前回はですね、メモリの動作クロックによる FPS の違いというのを検証したんですが、今回は PCI Express の速度によってどのぐらい変わってくるのかっていうのを検証します。最近のこういう第2世代ライゼンとか、最近の CPU は PCI Express ×16 に対応しているので、私あんまり気にしたことはなかったんですが、こちらのですね、例えば Ryzen G シリーズって最大速度が ×8 までなんですよね。で、意外とですね、この Ryzen G とグラボをですね、外付けのグラボを組み合わせて使おうっていう考えの人も多くて、その場合、この ×8 までの対応っていうのはちょっと不利なんじゃないかっていうコメントをいくつかいただきました。で、一方では、16と8ぐらいだったら違いはないんじゃないかっていう話もあって、ちょっと私なりに気になったので、今回検証してみることにします。イメージとしては、グラボがハイスペックになるほど影響が出やすいのかなとは思います。で、今回は RX570、そして RTX2060 を使って、×2、×4、×8、×16、この4つを検証していきます。まずはシネベンチ、OpenGL を比較していきます。なお、今回は Ryzen 5 2600、そしてメモリ動作クロックは 2933MHz で測っています。まずは RX570 なんですが、おかしい。ちょっと予想と外れてしまいました。×2 から ×16 まで違いがないんですよね。×2 ぐらいだとさすがに落ちると思ったんですが、もしかしたら RX570 ぐらいの性能では違いが出ないのか、それとも×2でも十分な軽い負荷なのか。次の RTX2060 を見ていきます。RTX2060 の結果です。こちらに関しては ×2、×4 で ×16 に対して若干の性能低下が見られましたね。なお、パーセンテージは性能の低下が見られたときに相対的に何%ダウンかというのを示しています。ただですね、×8 に関しては、ちょっとこの場合上回ってしまってますが、これ誤差だと思うので、違いはないと言っていいと思います。続いては Firestrike Direct 11ベースのベンチマークを見ていきます。まずは RX570 ですね。先ほどのシネベンチとは違って、ある程度違いは出ました。×2 でだいたい 4%、×4 で 2% という感じですね。ただやはり ×8 とは違いが出なかったと言っていいと思います。あと個人的には ×2 であっても思ったより数値は落ちてないなというのが感想です。もっと半分とかになると思ってたんですが。続いては RTX2060 です。こちらも RX570 と同様の傾向ですね。やはり ×2、×4 になると性能がダウンします。ですが ×8 は、こちらも誤差だと思いますので違いがなかったということになります。やはり事前情報通り ×8 ぐらいであれば性能の低下っていうのは見られないのかもしれません。念のため、DirectX 12ベースナイトレードのベンチマーク結果も見ていきます。RX570 の結果です。やっぱり ×8 とは違いが出ないですね。×2 と ×4 に関してはやはり落ちてはいるんですが、先ほどの DirectX 11よりも性能の低下っていうのは小さくなってますね。RTX2060 です。
こちらも同じですね。かけ8とは違いが出てないと言えると思います。かけ2かけ4もやはりダイレクト X11 ベースよりも差が小さくなってますね。これまでのベンチマーク結果を見る限りは、思ったより性能低下がないなというのが僕の印象ですね。もっと全然下がると思っていたんですが。このあたり次のゲーム検証で実際に FPS を見ていきたいと思います。ということでゲーム検証は前回に引き続きデビルメイクライ5のストーリー差し込み部分を使用したいと思います。最初に DirectX 11、次に DirectX 12ベースでそれぞれ見ていきます。まずは RX570 ですね。どうでしょうか。さすがにかけ2とかけ4の性能の低下は顕著に現れましたね。これは全然性能が引き出せないと言っていいと思います。かけ8に関してもちょっとだけ1から 2fps ぐらいは差が出てますね。これを大きいと見るか小さいと見るかは意見が分かれそうです。続いては DirectX 12 ベースですね。どうですかね。もうこれはダメですね。かけ2はもう全然というか先ほどよりも落ち込みがありますね。かけ4も同様に落ち込みが激しいです。で、かけ8に関しては 2fps ぐらいの違いといったところでしょうか。確かに性能は落ちてるんですが、顕著かと言われるとそこまでではないような気がします。次は RX570 よりもグラボ性能が高い RTX2060 ではどうでしょうか。ダイレクト11ベースですね。傾向としては先ほどと同じなんですが、性能の低下という部分はこちらの方が少し大きくなってますね。やはりグラボ性能が上がるごとにより転送速度が重要になってくるので、こういう落ち込みが激しくなってるのかもしれません。次は DirectX 12 ベースですね。どうでしょうか。先ほどともちろん傾向は変わらないんですが、RX570 の時と違って、DirectX 12と11で落ち込みの差っていうのはあんまり出なかったですね。むしろこっちの方が落ち込みはちょっと少なくなってるかもしれません。ただ、やっぱり、かけ2、かけ4はもうちょっと性能の低下が著しいですね。で、かけ8も、割とこの場合は 5fps ぐらいは開いてるので、多少違いは出ています。はい。ということで、PCI Express の転送速度による FPS の落ち込み具合の検証をしてきました。やはり一番グラボの性能を引き出すのは PCI Express ×16 であることは間違いないですね。で、今回、Ryzen G が ×8 までしか対応していないことが、不利かということなんですが、不利といえばやっぱり不利かなと思います。特にグラボの性能が高性能になるほど ×8 であるデメリットっていうのは大きくなってくるとは思います。ただですね、この Ryzen G とグラボを組み合わせる場合、そこまで高性能なのに組み合わせるかっていうとちょっと話は別な気がします。もちろん人によると思うんですが、おそらくエントリークラスから行ってミドルクラスぐらいまでのグラボを組み合わせるっていうのを考えている人が多いんではないでしょうか。そうなった場合、×8の落ち込みはかなり限定的だと思うので、そういった選択肢もなくはないと私は思います。皆さんはどう思いますかね。ぜひコメントください。それでは今回はこの辺りで終わりにします。何かのお役に立ちましたら高評価、またチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた、ありがとうございました。